皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットの安です。グッチです。今回なんですけれども、はい。初級者向けの内容で、レシーブやっていこうかなと思います。よっしゃ。はい、やっぱね、今年卓球始めた方とかもなんかぼちぼちこう試合とかもそろそろ出る時期というか、状況的にもね、ちょっとなんか増えてきてるような気がするので、その中で一歩抜き出るためにやっぱ試合勝つためにレシーブ本当大事なんですよ。はい。いわゆるサーブレシーブのところからスタートするので、相手にいいサーブ出されてもなんとかレシーブ入れたりするっていうところについてお話ししていただきたいなと、実際に教えていただきたいなということで、自分たちもね、レシーブ入れろ、とりあえず入れておこう、もうめちゃくちゃ言うんですよ。もう口癖のように、レシーブとりあえず入れていこう、アドバイスとかでもすごいいいですけど、じゃあ具体的にどうやったら入れていけるかとか、入れていく習慣がついていくのかっていうことをちょっと踏み込んで解説していきたいな。やっぱりみんなこう腕のスイングとか、そうですね、そういうところばっかり見ちゃう。切れ味とか、そう、質を上げるっていう方向いっちゃうので、根本的なところからちょっと踏み込んでやっていきたいなと思いますので、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまずレシーブ入れていくために一番大事なことって何ですか？本当に一番最初は、コースのサーブのコースの見極めと移動っていうのが大事ですね。一番最初、本当に一番最初。回転ではないですよね、コースなんですね。そうですね、回転量とかじゃなくて、あとは切り方とかでもないです。まずサーブのコース、そしてそこに移動するっていう、それがどれだけちゃんとその場まで正確にこう動けるかが、もうその後やっぱレシーブを入れる、真ん中に入れるとかも効果的なんですけど、そういうのはとりあえずちゃんと真ん中、ちゃんとサーブをこの体の横にちゃんとつかめないとできないんで、要はもう移動が遅くて、こんなんなったらもう入れるとかそういう話じゃないでしょみたいな。こうなったら遠いところになったらもう入れられないんですよね。まずなので、そのままで早く合わせることがやっぱり一番大事ですね。じゃあちょっとランダムに出してみるんで、一回やってみてもらっていいですか？ OK です。はい、お願いします。わかりました。よし、これこの動きですね、やっぱ。おし、いろんなコース今日いける。これよっしゃ。めっちゃやっぱこう合わせにいってますね。これ大事ですね。やっぱ足運んでサーブのコースをちゃんと読んで返す。ありがとうございます。じゃあコースを判断するコツってどういうところを意識しに出ます？でも結構大事なのが、この相手のサーブのまずバウンド、第一バウンドをこうやっぱこの白いラインのところで当たった時は大体長いです、サーブが。で、第一バウンドがやっぱちょっとこっちの真ん中の方にちょっと寄っていくような感じだと短いサーブが多いですよね。多いっていう。なのでそこで一つ見極めてるのと、あとは面、ラケットの角度で、これが相手のサーブがこう立っててこう叩くような感じのやり方をしたら大体長いサーブで、面がこういう感じで、極端なところすくうような面でやってたりとか、こするような感じの面ですよね。すくうような面にしてると大体もうこうなると短い回転系のサーブが来る、下とか横とかのサーブが来るっていう感じで、この2つが一番個人的にはそれを見極めとけばなんとかなるかなっていう。あと左右はもう軌道を見てしっかりそこに足突っ込んでいく。左右はそうですね、もうそっち来た瞬間にもう足を早く運んでいただくが大事なのかなっていう。主にこれで判断してこう返してますね。それですね。シンプルですね。ありがとうございます。いえいえ。はい、じゃあ次2つ目のポイントっていうのはありますか？2つ目は相手のこの回転を見極めるってことが大事ですね。その通りですね。実際やっぱ次はその回転がやっぱ横が入ってるのか下が入ってるのか上が入ってるのかナックルなのか、これがやっぱ見破れないとうまく返せないので、そういう返せない方はやっぱ
回転が分からなくて返せないって方も非常にやっぱ試合中多いので、やっぱそこをちょっと次は意識しますかね。まあ見極めって多分いろいろあるんですよ。本当にこうサーブの種類によっても違うし、これ見たら絶対回転分かるよっていうのはないと思うので、じゃあ仮に見極めができたとして、できたとして OK です。どういう意識で入れに行きます？まずサーブが来た時にもう上回転、上系だな、ちょっと伸びてくるサーブだったらもう上なんで、そしたらつっつきとかすると浮いてしまいますので、こうやってちょっと当てるだけのバックブロックみたいな、ミートこう振るんじゃないですけど、バックブロックみたいな感じでこう早めのタイミングでポポンってこう、バックもフォアもブロック、そうです。こっちにフォアにも来た時にもつっつきで上回転入ると浮きますので、ちょっとこう立てながらブロック、フォアブロックするような感じで送って返す、これはまず上系のサーブが来たらそうするのと、あとは下回転系のサーブですよね。下回転とか横下回転とか、そういう下が入ったやつはやっぱつっつきでやった方が返しやすいので、つっつきで少し下系だとボールの下の方触ってもらうと返しやすいので、それで送るように返すといいかな。優しく。そうですね、優しく、あんまこう思いっきりなんだろう、中途半端にこう早く力いっぱい切りに行くとミスるんで、送る感じが優しく送る感じがいいかなっていう。そしたら下系は下回転系とか横下とか送るようにすれば、バックもフォアも同じように意識すれば返せるかなっていう感じですね。そこがまた大事です。ちょっとやってみましょう。お願いします。さあ、上だったらこうですね、ブロック、そうですね、こうブロックみたいな、上あからさまにやっぱ早い、上はやっぱこう伸びてくるんで、伸びてくるんで、それに合わせて、下系危ない、下系下こういう感じですね。優しくボールの下の方送るような感じですね。優しく送ってあげる、こういう感じ。相手のサーブもこれちょっと横下とか今混ざってても、結局それも見るところは下か上かの違いで判断した方がいいですね。横系はあんま気にしなくていいですね、正直。横って入ってても気にしない。上か下か、これ上、上はこうやって、それめっちゃでかいです。上、バックもいいか、一緒ですよ。バックなんか来てもこれでも横下系だってんでつっつきで送りました。じゃあ回転を判断するところで何かコツってあります？いやこれがですね、もうなんかぶっちゃけ、いろんな人のサーブをたくさん取った方が判断が早くなります。それは間違いないですね。もう一応法則とかあるんですけど、やっぱそのさっき言ったボール下出したら下系とか、こう弾いたら上とかあるんですけど、ただもういろんな人が取ることでミスをいっぱい繰り返す、レシーブミスいっぱいしていいです。いろんなサーブ取ってつっついたら浮いたやつ、浮いた時はそれは大体上系のサーブが多いので、ナックルか上系が多いんで、それはこうやってそのまま打てるんだなっていう、ブロックでこうもうトライアンドエラーで繰り返し覚えていく。それなんですね。なので普通に打って落ちたらこれは下入ってるんだなと思って、今度は相手のサーブをこういう振り方した時はつっつきで返せばいいんだとか、そういうのを感覚で覚えていく方がでかいかもしれないですね。結構グッチさん軌道のこと言うじゃないですか。さっきの伸びてくる軌道とか、感覚なんですよね。結構軌道で見てますよね。軌道で見てます。伸びてきたらもう上、止まってきたらもう下系、つっつきすれば入るなっていう、そういう意識、そのぐらいの意識しかないんで。わかりました。ありがとうございます。じゃあ最後3つ目として、今回転はもう判断大事だよっていう話してたと思うんですけど、ぶっちゃけ分かんない時あるじゃないですか。もう自分たちもあるんですよ。自分たちもだってサーブめっちゃ上手い人と当たったら、やっべ回転分かんねえって結構言うんですけど、じゃあ分からない時も入れなきゃいけないじゃないですか。そうですね。試合の時は特にその場面をしてね、初対戦とかでそうよくある。慣れてたらいいですけど、分からない時はどうしたらいいですか？これ2つあるんですけど、1つ目はもう本当にただ返すだけで、なんとかしたい時はもう真ん中の方にそーっと脱力して、もうつっつきで優しく送る。これが
返しやすいです。もう上であろうがそう、もう上だろうがナックルだろうが横下なんとかもう分からん時はもう真ん中の方にそーっとつっつきで、いや大事、もうこれがちょっと浮いちゃったりするんですよ、気持ち。回転によっては浮きますよね上が入ってたりナックルだったらやっぱちょっとふわっとはなるんですけど、ただどっかに落ちてくれる相手ごと。要は力を入れていい球を送ろうとしてミスをしてしまうよりはとりあえず入るからいいよね。ガッてやってミスするぐらいやったらもうそーっとやって、やっぱ返せないところから返せるようになるだけでも試合中まずできるんですよね。で返してるうちになんとなく回転が読めるようになってくるみたいな。返してきてこれ浮いてるじゃん、これ浮いてるっていうかつっつきして浮くなら上なんで、次こうやってさっき言ったブロックで打てるってことですよね。そこでミスするよりは入れた方が1点拾える確率も上がってくるし、浮いたやつを相手ミスする可能性がね、回転残ったりしてね。そうなんですよ。 OK です。じゃあちょっとやってみましょう。はい、お願いします。本当にもうそーって当ててる。これでいいです。もう力抜いてこうもうそーっとどっかに入るんで、もう分かんないこう見てなくてもこうやって見えなくても見えなかったインパクト分かんない今のでもいい確かに自分ミスるかもしれないもんこれやっぱ。そういきなり前に来ても。なんで今浮いたから上強いんだっていう、今の振りだったら上強いな。とりあえず入れながら学習するみたいな。そうです。試合中もおお、もうでも分かんない、どっか真ん中狙っておけばラッキーでどっか入る。こうやって狙うと難しいですから。回転分かんないのに隅っこを狙うっていうのはついついこう両サイドに狙っちゃうからね。そうすると安のサブにミスっちゃうから、こういう感じ。そーっとうわ、なんかえぐいサーブ来たら YG とか分からないですからね、全然。いや自分は分かんない。 YG とか巻き込みとか回転分かりづらいから特に。ノリで入れとく。ノリでそーっと。というわけであれですね、とりあえずそーっとやってもう吹っ飛んでいかないように、イメージだから吹っ飛ばないようにするんですよね。抑える感じ。回転でこう横に飛んでたり奥に飛んでたりしないように、もう真ん中ど真ん中狙ってそーっと入れて、相手ミスったらラッキーで、これやりながら回転をちょっとずつ覚えていくっていう流れ。一石二鳥ですよね。ちなみにもう一個方法あるって言ってるんです。もう一個はぜひ本当に覚えてほしいものなんですけど、もう一個は今のだとやっぱ質が低いんで打たれちゃう可能性あるんで、次は上級者とかになってくる。なので思いっきり切るつっつきで、上書きつっつきっていうめっちゃ切る、さっきと真逆なんですけど、一つ目引きつけてギャッと思いっきり通常のつっつきよりももっと切る形、ちょっとチョップするみたいな、ちょっとカットするみたいな感じのつっつきすると相手の回転をこれで潰せるんですよ。もう全部消しちゃう、自分の回転に変えちゃう。そうです。横回転下回転ナックルなるともう全部グッと思いっきりバックスピンギャッとかければ、あんまりサーブのインパクトを見なくても返っちゃうんですよ。なるほど。私はもうこれ結構だいぶ使わせてもらってます。 OK です。ちょっとやりましょう。お、結構今上切ったのに横上でしたね。横上だけど引きつけてギュッ、おお、引きつけてギュッと思いっきり切る。わかんない。めっちゃ綺麗だよ。これもいいね。やっぱ次が相手が3球目打ちづらいっていうのがありますね。なのでいいですね。これで相手がこれアップだったのにアップでも思いっきり切る。引きつけてギャッと切る。いいですよ。こうやってミスしてもいいから思いっきり切る練習。相手のサーブがよくわかんないとでフォアでもできるんで、同じようにフォアでも同じようにできるんで。あれですね、中途半端にコースを狙うとか、そういうことではなくて、真ん中でもいいからとりあえず回転を潰して綺麗な軌道というか普通に飛んでいくようにするっていう、そういうようなイメージでいいですかね。間違いないです。それです。ありがとうございます。間違いないです。そう、こうやってもう多少この辺真ん中来ても思いっきり切っちゃえば関係ない関係ないくなります。今上書きつっつきで返球するっていうお話だったんですけれども、それってやっぱ切る感覚が
必要じゃないですか。確かにそうなんですよ。なんで、そこは多分他の動画でいっぱい出してますよね、上書きつつ。そうですね、はい、コツからやってます、やり方は。はい、なので、やり方はそちらを検索していただいたら、そうですね、はい、上書きつつぎで多分ぐちさんの動画いっぱい出てくるんで、そうですね、はい、そちらを見ていただくっていう形でできるんだったら、もうとにかく切って台に収めていくっていうのも一個ありだよっていうことですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。というわけで、自分たちよくこうね、レシーブ入れていこう、簡単にミスして相手に点あげたらもったいないから、簡単なミス減らそう、サーブ分かんなくてもとりあえずなんか入れていこうみたいなことをよく言うんですけど、実際どうやんねんっていうところでお話しました。でこれ現実に、初級者向けって言ったんですけど、自分たちもよくあると思うんですよ、自分たちよりサーブ上手い人と当たって、やべえ本当サーブ分かんねんってなったら、とりあえず入れないと試合が始まらない、やっぱポロポロミスするともう絶対に、もう点差どんどん離れていくだけなので、ぜひ皆さん参考にしていただきたいなと思います。今回これで終わります。ありがとうございました。